ヘッド立てすぎない。テイクバック取っても良いと。フォロースルーを振れ。テニスが上手くなりたきゃここへ来い。テニス革命のスポーツドクター岩井です。はい、今回はボレーについて教えてもらいたいと思います。やっていきましょう。10代のボレーの悩みについてですが、はい、ボレーを引くなだとか決めろとか言われてあるんですけれども、うまくできませんという悩みがあるんですけれども、どうしたらうまくできるでしょうか。50代の方はですね、歴史的にテニススクールなので、ずっと言われてきたアドバイスをもうめちゃくちゃ聞いてるんですね。なのでボレーのテイクバックを引いてはいけませんと。後ろに大きく引かないでください。そして打った後大きくラケットを振らないでくださいということを言われていると思います。私も同じようなことを言われてきました。この動画を見ることによってその呪縛から解かれてですね、皆様のボレーが本当に革命的なことが起きるということを約束しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では楽しみにしております。はい、では早速まずはよくあるボレーを見せていただきたいと思います。はい、これ私も習ってきてずっとこれやってきたボレーなんですけど、まず手首をコックする。今 YouTube の動画でもすごく多いんですよね、この情報。手首をこうラケットヘッドを立てなさい。これ物理的に考えて絶対おかしくてですね、こう立ててしまうと解剖学的、ここにかかる負荷が手首の関節をこっちに、回す回転のエネルギーが強くなってしまいます。ではここよりもここの距離がですね増えてしまうので、てこの原理で押されてしまうんですね。これを保つ力をつけるのってめちゃくちゃ大変なんですよ。例えば2キロのペットボトルをこう起こすっていう動きをやるだけでもめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、ボールがここに当たったら押されちゃうじゃないですか。もしこのヘッドが寝ていたらここにボールが当たるんですけど、この手首っていうのはこの回線よりもこっちに押す力の方が強いので、ラケットヘッドを寝かせてインパクトした方が手首の関節としては解剖学的に強い力を出せるということがある。菊田 P ですね、これ押してもらえますか。はい。ちょっと僕がまずやってみますよ。こう押される場合手首が負けてしまいます。ヘッドを立てろというよくあるアドバイスですね。ヘッドを寝かした場合このようにちょっと耐えることができます。なるほど。ちょっとやってみましょう。縦で手首をヘッドを立ててやった場合回線のエネルギーがかかりますね。これを寝かした場合今度かかるところが、大胸筋とかで抑えられるので、確かに全然違う。ここの回転はもう手首の回線筋、腕全体でこうピッと力が腕全体で入れられるんで、ここの力、お腹の力とかも使えるようになってます。全然違います。なのでヘッドを立てるというアドバイスまず皆さん忘れてください。はい、意味がありません。テイクバックを取るなっていうことに対しての反論ですね。もちろんですね、プロのボール、私も日本ランク108位まで行きましたけど、日本ランク100位以内の選手もっと言うと50位以内の選手のボールってめちゃくちゃエネルギーがある。その選手に対してやるときはここまで引いたらもちろんですね、面がブレてしまって、コントロールが効かなくなりますので、その時は僕もこうやって構えてました。前にラケットを前にとにかくセットして負けないように。なのでプロの選手たちはラケットを引かないでくださいってアドバイスするんですが、一般プレイヤーが対戦する特に50歳以上の方々っていうのはボールがめちゃくちゃ遅いです。もう全然違う競技です。そういった方に対して前に構えてしまうと、要はテイクバックを取らないとボールの勢いを出すエネルギーっていうのがどこからも生まれてきません。この状態で思いっきり足を踏み込んでもですね、ポンという浮いたボールにしかならないので、まずはテイクバックをしっかりとボールに合わせて大きく取ってエネルギーを出せるようにしてください。これがテニス革命アドバイスになります。エネルギーを出す。はい。ボレーは鋭いボールの方がいいんですか。そうですね。ボレーはもうこれも本当に僕もですね、試合中悩んでるというか NG を教わってきたんで、ボレーは決めるショットなのでボールスピードを出さなきゃいけないですね、ある程度。なんでボレーが入ってもポヨンって入ったらもう相手のチャンスボールなんで、バシッと決めて1球でできれば1球で決めるっていうのがボレーには必要になってきます。だからネットスレスレを狙ってリスクを取って攻めるっていうのがボレーの基本になってきます。あとフォロースルーを取るなっていうのがよくある。これ止めときなさい。足で行きなさいっていうことなんですけど、足でこうやってやるんですけど、だいたい移動距離これぐらいしかないじゃないですか。足で踏み込んだとこれぐらいの移動距離の中で一番加速してるのってここなんですけど、スピードがしょぼいんですよ。この移動のスピードって頑張ってもこれぐらいしか出せない。で50歳以上の方は特にこのスピードって出せないんですよ。頑張ってこれぐらいだと思います。時速何キロで動いてますこれ。ほぼ徒歩のスペースですよね。これがボールにぶつかっていってもボールのスピードが出せないんです。だったらもっと軽いんですから、ラケットがちょっと軽いんでこうやって動かした方が速いんですよ。でボールスピードイコール質量かけるスピードの2乗なんですね。なんで動いてる衝突するものがスピードが速く動いてた方がエネルギーが出るんですよ、衝突エネルギーが。だからこうやって固めてね、こうやってやれば確かにMV 事乗の M 質量の方は重くなります。
ここがガチガチにできてれば一体化してぶつかるんででもこうやってやったら手首持ってかれるんですけど、ここがガチガチに固められた場合に限り M は大きくなります。ですけどここの V が弱いんで V が遅いんで速いボール打てないです。だからポヨンってなる。これを軽いここをパンって動かしちゃった方が V 事情ですから、こっちの方が影響力が大きいということをお伝えしたいと思います。はい、はい、それではじゃあこれをやっていただきましょう。はい、いきます。はい、浮いてますね。全然飛ばないでしょ。浮いてますね。これで鋭いボレーって打てないですよ。ラケットのヘッドを横にすればまだちょっと力負けしないんで。力負けしちゃうからポヤーンってなってる。そうもう一回いくよ。こうやってやってるとこの瞬間にこっちに押されちゃうの。なるほど。だからボールが上に浮いちゃうの。こうやって。なるほど。でもこうやってやっとけばこう押さえられる。いいね。もっと引けばこれぐらい力出る。それだとアウトになっちゃう。いや、まずはアウトできるぐらいボールスピードが出せないといけない。これぐらいで、そこから抑えていく。これで入る。あれぐらいスピード出さないと決まんないから。でフォロースルーも止めるとこんな感じになっちゃう。だけどもっと振っていけばこれぐらいいくわけよ。結構ボレーって飛ばないからベースラインにアウトするぐらいを狙っていって、これでちょうどよ。実際このアドバイスをして革命的にねボレーが楽しくなったっていう意見がすごいあって、本当に窮屈なアドバイスしか一般的にはされてないんで、皆さんのフィジカルっていうのをもっと解放してあげて、革命的なショットを打ってほしいなというふうに思います。ではまとめです。はい、このポイントはどういうところでしたか？ポイント3つですね。ポイント3つは、まず手首をあんまり立てすぎない。ヘッドを立てすぎない。ローボレーこういう風にやれって言われてきたんです。ヘッドを立てて膝を曲げろと。だからもうローボレーの練習とかみんなこうやってめっちゃこれの練習してきたの。めっちゃ共感してくれると思う。あ、そうですか。ちょっとその練習してきたよっていう方、コメントお願いします。それでラケットヘッドは寝かせるってことですね。そう。はい、次は寝かせて良いってことです。寝かせて良い。はい、で2つ目はテイクバック取っても良い。大きく取っても良い。さっき鈴木孝夫さんがようやくそれをね言い始めてくれたんで、プロのやつで連続写真見たらみんなめちゃめちゃ引いてんのよ。それなのにテニスコーチは引くなんてアドバイスがもう帰りがすごいの、テニスで。はい、でフォロースルーを振れ、気持ちよく振ってください。だってストロークさこんなに振ってんじゃん。なんでボレーここで止めなきゃいけない？そんなに変わんないから。距離は確かに短いから難しいんだけど、それでもさストロークこんなよ。最悪こんなじゃん。これでなんでボレーここで止めなきゃいけない？ボールで勢い出ません。なおさら55歳以上のポヨーンっていう遅いボールだったらもっと振らないといけない。はい、ということで、このボレーができるようになるために必要なエクササイズはありますか？めちゃめちゃあるよ。エクササイズめっちゃ必要だから。結構パワーいるから、ここから思いっきり基本的には腕で振っていくから、腕のパワー出せないと今の勢いは出ない。あとはやっぱ怪我しやすい。振っていくと衝撃が強くなるから、そこの怪我予防のエクササイズっていうのは、手首の前腕とか上腕とか、ここはしっかり鍛えておく必要あります。はい、ありがとうございます。あと広背筋も使えないと体幹とつながってこないんで、はい、そこはやんないといけないです。基本的には上肢で打つ、腕で打つっていう感覚で、はい、巻いてほしいっていうのがテニス革命理論の岩井メソッドですね。はい。じゃあこの岩井メソッドがうまくできているかなっていうのが不安になる方ですね。現在岩井先生のホームチェックサービス実施しておりますので、はい、詳しくはメールマガでご案内しますので、今すぐ概要欄からメルマガにご登録ください。はい、絶対登録してください。はい、で、今のアドバイス、僕回転タイプなんですよ。はい、回転タイプと重心移動タイプっていうのがあって、はいはい、重心移動タイプはまた別の動きになってきますので、そうですね、それも気になるよって方はぜひメルマガに必ず登録してください。はい、岩井理論にはいろんなタイプがいるので、そのタイプに合った、アドバイスを聞いてくださいっていうことでございます。お願いします。はい、ではこの動画いいなと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録、通知のオンをよろしくお願いいたします。お願いします。皆様の応援が何よりも励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。毎日テニス革命オンファイヤー。